どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、前回の30センチキューブ気候石レイアウト水槽作成の動画を見ていただけたでしょうか。まだ見ていない方は概要欄に再生リストを貼っておきますので、そちらも見てやってください。前回はスケープイットというサイトでレイアウトイメージを作ってから気候石を使いやすいサイズに勝ち割り、それらを組み合わせることでできるだけスケール感を演出できるレイアウトをしていきました。いろいろとトラブルはありましたが、なんとか形になったので、今回は低床式水草を植栽していきたいと思います。それでは早速やっていきます。前回は水槽に入れる直前に岩壁が崩壊し、あわや大惨事になるところでしたが、今回は入れる作業を撮影外で行うことによりこの問題をクリア。こんな感じで3層に分かれている岩壁を配置することができました。ちなみになんか一番奥の岩壁が物足りなく感じたので、水槽に入れた後に石をちょこっと追加で接着しています。改めて水槽に入れた状態がこちら。ようやく形になりました。手前の石を増やしたことにより若干岩壁と岩壁の隙間が狭くなりましたが、それ以外はおおむね前回の仮組セットと同じです。横から見るとこんな感じで、奥行き30センチにぎっちり石を詰め込んでいます。岩壁同士は若干隙間が空いています。ここに水草を植栽する算段です。我ながらだいぶギチギチに詰めたなと思いますね。それでは低床を敷いていくんですが、このまま低床を敷くと完全にダダ漏れなんで、いつものウールマットでしっかり土留めをしていきます。最初は水槽内で詰めようと思ったんですが、もっとしっかり漏れ対策しないといけないと思い、せっかく岩壁を入れたんですけど、外で作業しました。作業した結果がこちら。隙間という隙間にがっちりウールマットを詰め込んでます。正面からは見えないように工夫してますが、まあ少し見えたところで水草が繁茂したら目立たなくなると思います。偶然できた穴にはウールマットを敷き、この上にソイルを入れて何かしらを植栽することも可能にしておきました。使うかどうかはわかりませんが。真ん中の岩壁もこんな感じで、見えないのをいいことに裏側にびっしりウールマットを敷き詰めました。これで何かが起こらない限りはソイルが漏れることはないと思います。ちなみにウールマットを詰めたところが見えそうな場所には、それっぽい小石を接着させることで隠しました。我ながらいい感じに噛み合う石を見つけられましたね。というわけで改めて低床を敷いていくんですが、最初に敷くのはこちらの軽石です。本当は全部ソイルにしようか迷ったんですが、水槽の側面がどうしても埋められなかったので、粒が大きく隙間から漏れることがない軽石を下に詰めることで流出を防止します。あと、あんまりこの小さな水槽にソイルを盛りすぎると、低床内の通水性が悪くなりそうだったんで、こんな感じで奥から真ん中にかけて軽石を敷きました。結構いっぱい入れてますね。その後、軽石が漏れないようにウールマットや気候石を置いて完全に漏れをなくしました。横から見るとこんな感じでだいぶ盛ってます。もうちょっと低くても良かったかもしれません。続いてはいつものテトライニシャルスティックを振りまいていきます。軽石ばっかりだと栄養がなくなるの早そうですしね。次にアマゾニアノーマルを敷きます。あまり厚く敷きすぎるとひょっこり出てきそうなんで割と薄めにしました。その上にオイイニシャルスティックを入れ、その上からプラチナソイルのパウダーを振りかけていきます。仕上げにプラチナソイルのスーパーパウダーを一番上に敷いていきます。こうやってソイルの粒の大きさを3段階に分けて入れることで、軽石の隙間からソイルが流出するのを防げるのではないかと考えていますが、どうなるかはわかりません。というわけで敷き終わった状態がこちら。高さが高くなったことでさらなる土留めが必要になり、急遽気候石の小石などを散りばめてます。
側面から見るとこんな感じで、あれだけソイル入れたんですが、3分の2くらいは軽石になってしまいました。奥と中央にソイルを入れ、漏れがないのを確認した後、最後に手前部分にソイルを敷きます。先に手前からソイル入れると漏れてるか漏れてないかわからなくなっちゃいますからね。そんな感じで完成した状態がこちら。ソイルを入れただけでだいぶいい感じになったのではないでしょうか。ソイルの黒が気鉱石の茶色を引き立ててくれて素敵。斜めから見ても結構奥行き感が出て良かったです。全体を見回してみるとこんな感じで、奥側の岩壁はせっかく作り込んだ下部分が完全に隠れてはしまっていますが、しっかり出ている部分がそれっぽくなっているので満足。若干ソイルを盛りすぎた感はありますが、中央の岩壁に合わせて高さを調整しないと後景の水草が見えなくなるので致し方なし。それでは大変だった定称作業も終わったので、ようやく植栽に移っていきます。植栽する前にまずは浄水器で湿らせていきます。マジでこれ楽でいいですね。それでは植栽する水草の紹介をしていきます。まずはこちら、コブラグラスブラジリエンシス。こちらは前々から使いたいと思っていた全景草です。今回のレイアウトではこの水草のみを使って全景草の芝生にしていきたいと思います。あまり使っている人を見かけないのでどんな風になるか楽しみです。状態は放置してたのであまりよろしくありません。続いてはこちら、インディアンクラススラ。こちらも前景から中景に使われる繊細な葉が特徴的な水草です。放置しすぎてドロドロになってますが大丈夫でしょうか。続いてはこちら、ロタラ SP ハラ。未だに水草ストック水槽に腐るほどあるんですが、ADN の組織培養株を増やしたかったので、今回はこちらの水槽で増やしていくことにします。状態は良くもなく悪くもなくといったところ。続いてはこちら、ヒドロコティレミニ。同じのが多すぎて意味わからないクローバー系の水草です。その中でも葉が小さい種類みたいなので今回はこちらをチョイス。というわけで組織培養水草はこんな感じです。それでは植栽していきます。まずはコブラグラスブラジリエンシス。結構いっぱい株が取れたので満足です。見た感じ葉自体はしっかりしており、他の全景草に比べて強そうな気がします。これがなぜあまり全景草としてチョイスされないのかはわかりませんが、もしかしたら育成難易度が若干高いのかもしれません。おそらくですが、密生するまで時間がかかるという噂なので、そこら辺がネックになってる気もします。思ったより植える場所が狭く、だいぶ密度高く植栽することができました。どこまで茂ってくれるかはわかりませんが、これだけしっかり植えてれば問題ないでしょう。続いてはヒドロコティレミニ。こちらは一番手前の岩壁と中央の岩壁の間に植栽していきます。こうすることで境目を曖昧にしつつ奥行きを強調できればと思ってます。株の数は正直何とも言えないところですが、総じてクローバー系は暴れるイメージがあるので、少なかったとしてもいずれトリミングがめんどくさくなるくらいには反応するのではないでしょうか。植えるところが少なすぎて余ったので、折り返しつつ植栽しました。続いてはこちらのインディアンクラススラ。こちらはあまりにも状態が悪すぎて枯れてない頭頂部分のみを植栽します。結果的にこんなに少なくはなってしまいましたが、元気に育ってくれることを祈ります。こちらは中央と奥の岩壁の間に植栽します。この葉が細かい水草を植えることで遠近感がより強調できるのではないでしょうか。ただあまりにも数が少なすぎてその役目を果たしてくれるかは疑問です。頼りなくはありますが、丁寧に数本ずつ際ら辺に植栽しておきました。続いてはロタラ SP ハラ。さすがはロタラ系、1カップのボリュームが違います。若干下が枯れ気味で色が悪いですが、今までの経験上、ハラが育たなかったことがないので大丈夫でしょう。こちらは一番高さが高い部分である右奥に植栽していきます。どうしても高さがあって乾燥気味になるんで、植栽前にもう一度霧吹きをしておきます。
このアングルでの植栽映像撮影は大変でしたが、なんとか見える位置で撮影してます。結構量があるのでどこまで植栽できるかはわかりませんが、この狭い範囲で植えられる気がしなかったので、最初は超密に植えてました。結果的に若干足りなくなって最後ら辺に間隔を広げたのは内緒です。というわけで全ての水草を植栽した状態がこちら。右奥のロタラ SP 原はだいぶギチギチですが、手前に行くにつれて若干スカスカ。もう少し範囲広げて植栽してもよかったかもしれませんね。インディアンクラッスラは、まあこれくらいだったらいいでしょうといったところ。ヒドロコティレミニはカップから取り出した時は少ないと思ってたんですが、植栽してみると結構ボリュームがあるように見えます。一番多いなと思ったのはコブラグラスブラジリエンシスです。前景のみにしようと思ったんですが、若干奥側まで侵食してます。ちなみにこの映像を見て勘のいい方はお気づきかと思いますが、だいぶスカスカですよね。意図的に場所が空いているように見えなくもないのではないでしょうか。単に水草の量が足りなかっただけということも考えられますが、それならロタラをもっと広範囲に植栽していたと思います。ということはどういうことかというと、おかわりで植栽するということです。ただそうは言うものの、実はこの段階では何を植えるか全く考えておらずノープランです。とりあえず傷んで使い物にならなくなりそうな組織培養カップを消費しないといけないということしか考えておらず、いつもの計画性のなさが露呈してしまいました。まあ組織培養以外にも今まで温めておいた水草はいくらでもあるので、ゆっくり考えたいと思います。というわけで次回は新たな水草を植栽しつつ、この水槽の経過をお届けしていく予定です。この水槽の行く末が気になる方はチャンネル登録して続報をお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらを見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。